済と管理や売買などの推奨を論述としたものではなく、この動画に使われたデータの正確性や安全性を保証するものではありません。こんにちは、会計士受験生のずんだもんなのだ。こんにちは、友達のメタンです。最近僕は NPO 法人の会計書類のチェック等にハマってるのだ。って何よ、まさかお勉強せずにパチンコとかやったりしてないわよね。もちろんパチンコもカシスロも麻雀もお馬さんもボットレースも全くやってないし、ホロライブも新装組も地面師も一切見てないのだ。ママへはてか会計士試験の結果はどうだったのよ。妙？察し、現実に向き合うのは早い方がいいわよ。そういう重箱度の低いことは後回しにして、今日も元気に動画を出していこうなのだ。はいはい。で、今日は何やるの？ずんだもんくん。本日のテーマはじゃじゃん。前回に引き続いて軽く株&の話をしていきたいのだ。前回の動画で1時間以上やったでしょ。私収録疲れたわよ。まだやるの？実はそのことに関して、なんとおじさんの動画で僕がやべえやつみたいな扱いで紹介されてるのだ。念のため弁解しておくと、僕は決して数字をこねくり回すのが気持ちいいやべえやつではなくて、あくまでも会計士試験の勉強で習った教育的価値の高いことをリスナーさんに共有したかっただけなのだ。ママへはところで前回やった投資のことなんか会計士試験に出るの？そうなのだ。会計士試験では選択科目として経済、統計、経営学など幅広い学問を選べるんだぞ。なんだけど、この経営学のうち半分くらいは投資とかを含むファイナンス理論なのだ。ちなみにリスナーの皆さんにアンケートを取ってみたんだけど、なんと500票以上の投票をいただいたのだ。リスナーさんの株&への関心が非常に高いことが伺われるから、僕の教育的価値の高い動画が役に立ったかもしれないのだ。投票してくれた皆さん、ありがとうございます。でも株&やろうとしてる人って 3% くらいじゃないの？残りの 97% の人の判断にもちょっとは役に立つかもしれないのだ。まあそういうことにしておきましょう。気を取り直して、おじさんの株&動画を見てて、会計士受験生的にも面白そうなところがあったから、ちょっとだけ見ていこうなのだ。はいはい。まずはおじさんの動画で、数字とかが発表されたら利益とか計算してみようかって言ってたけど、どんな数字が出てくるかを見てみようなのだ。前澤さんがツイッターで言ってるように、もしかしたら自主的にユーザー数の実績値とかが不定期に出てくるかもしれないけど、それ以外にも法律で義務付けられている書類が出てくるかもしれないのだ。確か貸借対照表の広告とかかしら。コラボとかでやったとこよね。そうなのだ。ただコラボさんは一般社団法人で、株&の運営会社は株式会社で適用される法律が違うから、会社法を見ていこうなのだ。会社法では貸借対照表と損益計算書を広告しろって書いてあるわね。そうなのだ。でも実はここに例外規定があって、有価証券報告書を出さないといけない会社にはこの規定は適用されないのだ。有価証券報告書？それ何かしら？ここで金融商品取引法を見てみると、有価証券報告書ってのは経理の状況、つまり貸借対照表とか損益計算書とか事業に関する詳しい情報を記載した書類で、毎年事業年度経過後3ヶ月以内に内閣総理大臣に提出しないといけないやつなのだ。へえ、でも株&って有価証券報告書の提出義務があるの？多分なんだけど、この部分を見ると、有価証券の募集とかをするときに第4条1項本文の規定が適用された有価証券の発行者には義務があるっぽくって、その第4条1項本文を見てみると、有価証券の募集とかの時に内閣総理大臣に届け出をしないといけないっていう規定みたいなのだ。この届け出する書類は有価証券届出書っていうのだ。ここで株&の目論見書を見てみると、有価証券届出書が提出されてるっぽいのだ。ふむふむ。実際にどんなのが出されてるのかは金融庁のエディネットってところから見れるのだ。ここに株&運営会社の名前を入れて、その他の書類種別のところにチェックを入れると、こんな風に提出された書類の一覧が出てきて、ここに有価証券届出書があることがわかるのだ。
なるほど。株は募集の時に有価証券届出書を出してるから、今後は毎年有価証券報告書を出す義務があるってことね。多分そう思うのだ。ふむふむ。でもなんでそんなこと知ってるの？ずんだもんくん。それはずんだもんをフォローしているから。ってのは冗談で、これも会計士試験科目の企業法ってとこで金融商品取引法をちょっとだけ習うのだ。なるほどね。ただしご覧のように金融商品取引法はめちゃんこ読みにくい法律だから、どこかで僕の知らない例外規定があって有価証券報告書は出さなくていいかもしれないのだ。リスナーの皆さん、もし何か見落としてたらコメント欄で教えてほしいのだ。お願いします。てなわけで時間軸を整理してみると、2024年の2月9日に株&の運営会社が設立されて、先月11月からサービス開始されてるのだ。記憶に新しいわね。そんでも黒見書を見てみると、決算期は来年の1月末みたいなのだ。だからこうなって、ここから3ヶ月以内に有価証券報告書が出てくるかもしれないのだ。ちなみに有価証券報告書に記載される経理データはここからここの範囲になるかもなのだ。ふむふむ。そんでも黒見書をもう一回見てみると、2025年の4月25日に発行条件が決定と書いてあるから、この図にこう反映しておくのだ。さらに株&ホームページの FAQ によると、株引換券を種類株に交換する申し込み期間は2025年5月2日から5月23日までみたいだから、この図にもこう反映しておくのだ。なるほどね。この辺で有価証券報告書の開示情報の内容をもとに発行条件の妥当性を判断して、引換券を株に変えるかポイントにするかを選べる感じなのね。まあ有価証券報告書の売上とかの数字の集計範囲はサービス開始からの2ヶ月ちょいになるかもだから、情報量は限られてるけど、ある程度は役に立つかもしれないのだ。ちなみに有価証券報告書には何が書いてあるかというと、これはトヨタ自動車の有価証券報告書なんだけど、主要な経営指標だったり、経営方針や対処すべき課題、経営者による財務状況の分析。これは数字の増減理由とか詳しいデータとか出てて面白そうね。そうなのだ。さらにここが経理の状況、つまり財務諸表なんだけど、ここに監査法人の監査報告書があって、経理の状況に書いてあることについて監査を行って、全ての重要な点において適正に表示されてますよねってお墨付きが与えられてるのだ。なるほど。これが会計士さんのお仕事の成果物なのね。そうなのだ。他にもおじさんの動画の中でも紹介してた、アンケートに答えるだけで株引換券がもらえるってやつも気になったのだ。前澤さんのツイートでは、サービス利用者だけに株はお渡しできますって書いてあるけど、アンケート回答者にも配るのは少し違和感があるかもしれないのだ。なるほどね。ここでも黒見書を見てみると、株&の種類株式はサービス利用やその他の機会、つまりアンケート回答とかキャンペーン参加に対して株引換券が付与されて、その株引換券に対応して種類株がもらえることになってると書いてあるのだ。ああ、だからサービスを利用する人を利用者って言っていて、その他の機会に株引換券を取得した人はこの利用者等ってやつの中の「等」に当たるのね。そうかもしれないのだ。ここでさっきのツイートに戻ると、目論見書の記載に忠実に表現すると、サービス利用者と見お渡しできますってのがより厳密かもなのだ。ふむふむ。まあ言葉のあやかもしれないのだ。ああ、そういえばさっきのエリネットのところに訂正有価証券届出書ってのがあったから見てみましょうよ。しぶしぶ見るのだ。ふむふむ。訂正有価証券報告書には訂正前後の比較が書いてあるのね。訂正前はサービス利用に対して付与した株引換券と対応して種類株式を発行するって書いてあったけど、訂正後にさっき見たアンケートとかのその他の機会が追加されていて、利用者等って概念も新しく出てきたわけね。ふむふむなのだ。そんで目論見書を見ると、訂正届出書を11月20日に提出してるって書いてあるわね。さっきの前澤さんのツイートに戻ると、これは11月5日、つまり訂正届出書の提出前のツイートだから、利用者のみって記載はその時点では正確な表現だったのかもね。そうかもしれないのだ。
アンケートとかで株引換券を配るために意図的に有価証券届出書を訂正したってことかもなのだ。ふむふむ。ちなみに目論見書は11月1日に公表されたみたいだけど、その時点では訂正届出書の提出前だからどういう記載になっていたかは謎なのだ。ウェイバックマシーンさんで調べてもよくわかんなかったのだ。もし11月1日時点の目論見書しか読んでないままで株&に参加しようとしている人は、現在ホームページで見える最新バージョンの目論見書を読んだ方が安心かもなのだ。そうかもね。目論見書にも記載内容について訂正があるかもって書いてあるから、最新の情報を確認するのは大事よね。そうかもしれないのだ。ちなみに株&ホームページの FAQ のコーナーでは未だに利用者のみって書かれているから注意かもしれないのだ。はいはい。でも別に利用者のみだろうと利用者等のみだろうとあんまり影響はないんじゃないかしら。利用者ってのは株&にお金をもたらしてくれる存在だけど、等の人は必ずしもお金をもたらしてくれる存在とは限らないかもしれないから、ちょっとは差はあるかもなのだ。ここでソシャゲのわ B 氏を例にして見てみようなのだ。おじさんの動画でも言ってたけど、ソシャゲの会社さんはわ B 氏をいくらでも配りたがってるみたいなのだ。他にも例えば有名ゲームのブルーアーカイブではやけくそな量の大量のわ B 氏が配られることで有名なのだ。まさかずんだもんくんお勉強せずにブルアカで過酷なやってないのだ。ママへはそれにしてもちょっと意外ね。無償のわ B 紙をたくさん配るとその分課金が減っちゃうんじゃないの。おじさんの動画でも言われてたけど、無償の石を配るとユーザーさんがもっとゲームにハマって結果としてもっと課金してくれるかもってことかもしれないのだ。なるほどね。そういえば株&モバイルでも SIM カードの発送遅延とか MNP 開通手続きの不具合があるみたいで、何か保証があるらしいのだ。Twitter とかではわび株配れって言ってる人もいたみたいなのだ。でも本当にあるかもね。そうかもしれないのだ。てなわけでわび石の場合と比較してわび株では株式の価値にどんなことが起こるかを見ていこうなのだ。はいはい。前回見たように企業に入るフリーキャッシュフローをバックマイナス成長率で割り引くと事業価値が出てきて、それに非事業用資産の価値を足して負債の価値を引くと株主価値が求められるのだ。そんで株主価値を株数で割ると1株当たりの株式価値になるってわけなのだ。ここでもともと課金ユーザーさんからの収入が3でいろんなコスト支出が1で差し引きのフリーキャッシュフローが2だった場合を想定してみようなのだ。もし企業さんがソシャゲの新キャラガチャの水着衣装とかに不具合があっては B 紙を配る場合、ユーザーさんは課金しなくてもガチャを引けるから、本来課金されてた部分の収入がなくなって企業に入るフリーキャッシュフローも少なくなるかもなのだ。そうすると事業価値が小さくなって株主価値も小さくなるから1株当たりの価値も小さくなっちゃうかもなのだ。ちなみに課金の減り具合が小さいように見えるけどなんでかしら。やけくそで大量にわ B 紙を配ることも多いんだったら課金が大幅に減るんじゃないかしら。実はソシャゲの課金ユーザー割合は全体の 2% から 5% 程度しかいないかもしれないのだ。だからもともと無課金で楽しんでいた 95% 以上のユーザーさんにはわ B 紙を配ろうと配らなかろうとどっちにしても会社への課金額はゼロのままかもしれないのだ。なるほど。一部の課金ユーザーさんが本来課金してゲットしていた石の一部が無償のわ B 紙に置き換わるだけなのね。そうかもしれないのだ。しかもわ B 紙の大量配布でゲームが盛り上がった場合、課金ユーザーさんがもっと課金してくれるかもしれないし、さらにこれまで無課金だったユーザーさんもやけくそ補填でもらったわ B 紙でガチャを楽しんでいるうちに盛り上がって課金し始めてくれるかもしれないのだ。おじさんの動画にもあったもっとハマってくれるってやつね。そうかもしれないのだ。そうするとフリーキャッシュフローが増えるから事業価値が高まって株主価値も大きくなるから、結果として1株当たりの株式価値は大きくなるかもしれないのだ。なるほどね。わ B 紙補填で失われるキャッシュフローよりもわ B 紙の効果で増えるキャッシュフローの方が多ければ株式の価値も上がるかもしれないので。かもしれないのだ。
ちなみにちょっと事例を変えてお買い物に使えるわびポイントを配る場合を考えてみようなのだ。経済産業省が最近やったポイント還元事業の資料によると、実店舗で主に使われるポイントは 8% くらい、そうじゃないポイントは 40% くらい使われずに執行するって試算されてるのだ。さらに実際にはもっと多く執行してたみたいなんだけど、事業者さんは隠していて補助金を多めにもらってたらしいのだ。だからわびポイントの執行率はそれなりに高いかもしれないのだ。ふむふむ。これがさっき見たわ B 氏の場合の図なんだけど、わびポイントの場合は執行率が高いとはいえ、わびポイントで買い物する人が多そうだから、わ B 氏の時よりもキャッシュフローの減少が大きいかもしれないのだ。そうするとわ B 氏の時より事業価値が下がって、それに応じて株主価値も下がった結果として、1株当たり価値もわ B 氏の場合より小さくなるかもしれないのだ。なるほどね。じゃあいよいよわび株の場合を見てみると、わび株がもらえるからといってそれがサービス利用に使えるわけではないし、不具合の補填としてわび株をもらってもそれをきっかけに新しく申し込みサービスを増やすって感じにはならないかもしれないのだ。でも株&モバイルの不具合の補填としてもらえるのが株引換券だった場合、割引券にも変えられるんじゃなかったかしら。その場合はさっき見たわびポイントの場合の株式価値への影響パターンと似たものになるかもしれないのだ。ふむふむ。ここでは補填として株引換券をもらったらそれを株に交換するユーザーさんを前提に見ていこうなのだ。わかったわ。そうするとわび株の場合はここのキャッシュフローが多分変わんないから、事業価値とか株主価値も変わんないと思うんだけど、株式数が増えると株主価値を山分けする人が増えるから、1株当たり価値が小さくなっちゃうかもしれないのだ。なるほどね。そんでさらにわび株以外にもアンケートとかキャンペーンで株を配る場合を考えてみたいのだ。おじさんも言ってたアンケートによる株引換券配りは、アンケート回答者全員に株引換券を配るものなんだけど、本来アンケートによる株配りは株&プラス加入者限定の特典だったかもしれないのだ。そんで株&プラスの特典としてのアンケート株配りは月額500円のお金が会社に入ってくるけど、今回のアンケート株配りキャンペーンは株&プラス会員以外も対象だから、会社にお金が入ってこなくても株を配るってことかもしれないのだ。ふむふむ。さらに前澤さんは本を出すみたいなんだけど、スペシャル特典として株引換券がついてくるみたいなのだ。へえ、面白いわね。この本の売り上げがどこに行くかはよくわかんないんだけど、多分株&の会社には行かないかもしれないのだ。もし詳しい人がいたら株&の会社にもお金が入るかどうかコメント欄で教えてほしいのだ。お願いします。てなわけで、アンケートとか本での株配りがどういう影響があるかというと、こういうキャンペーンを通じて株&サービス利用者さんが増える可能性はあるかもしれないのだ。そうすると会社に入るフリーキャッシュフローが増えて、事業価値が大きくなって株主価値も大きくなるかもしれないのだ。ふむふむ。でも株を配って株数が増えるだけ株主価値を山分けする人数が増えるから、1株当たり価値は増えるか減るかわかんないのだ。なるほどね。このキャンペーンによるフリーキャッシュフローの増え方と株式数の増え方のどっちの影響が大きいかによるってことね。そうかもしれないのだ。良くも悪くもユーザーと株主が一致してるモデルだからこうなるのね。ちなみに前澤さんのツイートで、あくまでもユーザーが増えて売上や利益が増えることとセットで新株が発行されるって言ってるけど、本とかアンケートで株を配る場合は売上や利益が増えるかどうかは不透明かもしれないのだ。そうね。だったら本やアンケートによる売上や利益の増加効果がどれくらいか開示してくれると判断に役立つかもしれないわね。そうかもしれないのだ。まあこのツイートも訂正有価証券届出書の提出前のツイートだから、今ではユーザー数、売上、利益とセットで新株を発行するっていう宣言は取り消されてると解釈することもできるかもしれないのだ。もしそうだとしたら株式の希薄化について新しい説明が欲しいかもしれないわね。かもしれないのだ。てなわけで本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。1、投資するときは最新の情報をチェックすることが大事かもしれないのだ。
最新の情報を常に追い続けるのはなかなか大変かもしれないけど、自分のお金がかかってるからね。契約書とかの中に「等」が入ってたら、その内容も確認するのがいいかもね。お詫びや無償に見えるキャンペーンにも、その裏には利益が増える計算があるかもしれないのだ。広告宣伝の一環ってことかもしれないわね。3、ユーザーと株主が一致するビジネスモデルだと、キャンペーンの株式価値への影響は複雑になるかもしれないのだ。今後開示される数字でわかるようになるといいわね。てなわけで、いかがでしたか？当チャンネルではこれからもいろんなテーマで会計を学んでいきたいのだ。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ登録をお願いしますなのだ。